こんにちは。未来創造チャンネルへようこそ。今回は、フィルム状の曲げられるペロブスカイト太陽電池と、最新の紫外光を赤色光に変換できる透明フィルムの2つの技術を掛け合わせて、製品を作るとどうなるかを推測した経緯と、推測変換効率を詳しくお伝えしたいと思います。1はじめに表。最近、フィルム状の曲げられるペロブスカイト太陽電池の最新状況が話題となっています。水に弱い弱点はまだ完全に克服できていないが、研究が進んでおり、克服が近づいている状況。発電性能は単体で 26.1% の最高効率が確認されたとのことです。現行の結晶シリコン太陽電池の 20% を超える結晶シリコン太陽電池の最高効率にほぼ匹敵する。では、ペロブスカイト太陽電池の優位性を従来の太陽電池と比較し、当チャンネル独自案のコラボペロブスカイト太陽電池の構造と推測発電性能も合わせて紹介しますので、最後までご視聴よろしくお願いします。今回提案製品があちこちで使われる未来がワクワクして待ちきれません。内容。では、現状の太陽電池を詳しく比較します。1、各太陽電池の比較。1、単結晶シリコン太陽電池。最も普及している太陽電池。構造規則正しいダイヤモンド構造を持つ単結晶シリコンインゴットをスライスして八角状のウエハーにカットする。価格、高純度のシリコン原料を必要とするため高価である。発電効率約 20%。 メリット、変換効率が高く性能や信頼性に優れている。デメリット、価格が高い。高温での発電効率落ちる。2、多結晶シリコン太陽電池。現在最も広く使われている太陽電池。構造、単結晶シリコンの端材等を集めてウエハーを構成。表面が大理石のような模様に見える。価格、ウエハー単位では純度が低いので単結晶よりも安価である。発電効率15から 18%。メリット、発電効率が低いのですが価格が安い。デメリット、価格の割に高温での発電効率落ちる。3、薄膜シリコン太陽電池。アモルファスシリコン太陽電池。一部に結晶シリコンあり、効率低く価格高いので、一部用途に使われる太陽電池。構造、シリコン原子同士がランダムに結合し、薄膜状に形成される。価格、安くなるが、発電効率低い。発電効率、不純物を含むため、発電効率 9% 程度。メリット、1マイクロメートル以下のシリコン膜可能。製造が容易。軽量で熱に強いこと。ガラスやステンレスに貼り付ける形で製造できる。デメリット、光劣化現象がある。4、多接合太陽電池。ヘテロ接合太陽電池。ヒット太陽電池。効率高いが価格高いので、一部用途で使われる太陽電池。構造、薄膜シリコン太陽電池を複層化。アモルファスシリコンは緑から青など波長の短い光を、微結晶シリコンはオレンジから赤など波長の長い光の吸収係数が高い。価格、モジュール価格が高い。発電効率、パナソニックが 25.6% 達成。メリット、曲げられる高温環境でも発電効率維持。デメリット、価格が高い。5、3、5、属多接合太陽電池。ガリウムヒ素属太陽電池など価格高いので一部用途で使われる太陽電池。構造、半導体で構成されたセル。価格、レアメタルを多用するため原料や製造コストが高価。そのため量産化が難しい。発電効率約 40%。メリット、対放射線性。高効率、高温環境でも出力低下が少ない。デメリット、レアメタルを多用するため原料や製造コストが高価。6、ペロブスカイト太陽電池。量産品の販売が2024年から予定されている。使用されながら並行して改良しながらコストダウン化。構造、ペロブスカイト構造。価格、安くなる可能性大。現状の単結晶太陽電池の半分程度になる可能性大。発電効率 34%。メリット、透明で光を透過できる。低照度でもよく発電する。フィルム状で曲げられる。軽い。対放射線性。デメリット、ペロブスカイト結晶は
水蒸気や酸素に弱いので、風刺灯を必要。そのため、耐久性が課題。6-2、ペロブスカイト太陽電池と単結晶シリコン太陽電池とのタンデム積層電池。発電効率は高いが、価格も高い。構造、ペロブスカイト構造、プラス、シリコン単結晶。価格、高い単結晶シリコン太陽電池を組み合わせるため、高価になる。発電効率、40%。メリット、低照度でもよく発電する。タンデムなので、効率高い。対放射線性ペロブスカイト部分のみ。デメリット、ペロブスカイト結晶は水蒸気や酸素に弱いので風刺灯を必要。そのため耐久性が課題。タンデムなので重い。透明でない。曲げれない。6-3、当チャンネル提案タイプペロブスカイト太陽電池に塗布型の光波長変換透明フィルムを組み合わせる。光波長変換で紫外領域の光が赤外領域の光に変換され、赤外領域の光ピークが 40% アップしている。半分の効果アップと仮定すると、発電効率は 20% 向上し、34% から 41% に向上すると予測される。タンデム型の太陽電池と同等の 40% の発電効率が期待される。軽くて透明で、かつ曲げられるというメリットが発揮されるので、用途が広がる。構造、ペロブスカイト構造、プラス、塗布型フィルム。価格、ペロブスカイト型、プラス、若干、と、発電効率や各種特徴を備えているのに安い。発電効率、40% を推定。メリット、透明、曲げれる、軽い、赤外領域の光に変換されるフィルム透過なので、ごく低照度でもよく発電すると推定。対放射線性あり。デメリット、ペロブスカイト結晶は水蒸気や酸素に弱いので風刺灯必要。そのため耐久性が課題。3、まとめ。表題にあった最新技術曲げられるペロブスカイト太陽電池光波長変換透明フィルムを2つ合わせた時の変換効率はの答えは推定 40% です。他で開発されているタンデム複層型の発電効率と変わらないですが、曲げれる、軽い、薄いを犠牲にしてのものでなく、ペロブスカイト太陽電池の特性を生かした最高の発電効率ですので、画期的な太陽電池です。当チャンネル提案のペロブスカイト太陽電池と最新の光波長の紫外光を赤色光に変換できる透明フィルムでコラボペロブスカイト太陽電池を作成すれば、紫外光を赤色光に変換することによって発電効率の向上と従来の太陽電池の課題であった高温時の発電効率の低下や水蒸気や酸素による劣化の抑制が期待できる。太陽光を効率よく利用できる。発電効率が向上する。価格が安くなる。透明である。曲げることができる。軽量である製品になる。用途は多岐にわたる。1、透明であるためビルの窓の外側に設置しても熱エネルギーとなる赤外光と紫外線を除いた光が透過される。これにより遮熱フィルムを必要とせずに発電エネルギーを得ることができる。また農業用ビニールハウスの外側にも設置できる。2、軽量で曲げることができるため自動車のトップ側面と曲面に沿って設置できて充電や走行に必要な電力を供給できる。3、ペロブスカイト単体でも室内光、曇りでも発電できるので、この赤外光変換フィルムで発電能力は格段と効率アップする。そのため、曇りでも発電が可能となり、発電量の拡大につながる。4、高温での発電性能がほとんど変わらない。一方、単結晶シリコン太陽電池は高温に弱く、発電性能が急激に低下する。本製品は高温時でも良好なので、砂漠でも発電できます。今まで太陽光発電に適さなかった砂漠での効率的な使用ができます。5、対放射線性があるので、宇宙での太陽電池に最適。軽いので打ち上げ負荷が少なく、採用しやすく良いことずくめ。以上のように、当チャンネル独自提案のコラボ型、ペロブスカイト太陽電池は、今までの太陽電池のデメリットを全て克服した画期的製品になります。カーボンフリーの太陽電池が身近な生活に入ってきます。日本の、いや世界の未来が待ち遠しいですね。4、最後に、当チャンネルは、より良い日本の未来創造を願ってをテーマで発信しております。
日本は常にウィンウィンで進めますので、世界の未来も当然明るくなります。なお、本チャンネルのコンテンツは物事を多角的に分析しできるだけわかりやすくまとめています。お時間の許す限り、他のコンテンツもご視聴ください。登録していただければ好きな時間に確認できますので、ぜひ登録ください。取り上げるべき、取り上げてほしいテーマ、何か意見がありましたら、コメント願います。ありがとうございました。もし役立ったと思われたら、高評価をお願いします。また、登録いただければ、次回のコンテンツもすぐに視聴できます。皆さんの人生がより豊かになることを願っています。では、また次回の動画でお会いしましょう。